旦那セダン大特集と名付けましょう、はい、当時見てたら表現がすごく面白くて、欧州調ハイオーナーカーっていう言い方をしてるんですね。しかもこの個体は前のオーナーさんが手を入れてらっしゃる。だから店主さん曰く400馬力ぐらいは出てるんじゃないかと。これが残ってるっていうことの方が大事だよね。これ変えない方がいい。いいよね。海外に行く可能性が高いです、はい、もうこれも事実だよ、そうなった時に日本で日本人がこの良さを改めて感じるっていうのも一つ車の楽しみ方かなとも僕は思います。リセンス&ボーイズ TV の時間でございます。今日もボーイズ&ビルズ TV プロデューサーの上野太郎くんとお届けします。よろしくお願いします。太郎くん、リセンス&ボーイズも回を重ねてきまして、おかげさまで車がねよく売れてるみたいで、僕らも嬉しいです。ご紹介した車の中からいくと、マツダロードスター NA、そしてスズキエスクード、あれも良かったね。その他プジョーとか様々な車がこの動画をきっかけで、なんならその車を知らなかった動画を見て概要欄からリンクを押してそうなんですよ、購入につながったということがあって、すごく嬉しいことだよね。そうなんです。そしてその方もまたいつか取材をさせていただけるともっと面白いことになるんじゃないかなというふうに思ってます。ということで皆さん、この意味で今日も販売車両でございますね。そう、買える車です。今日もなんか縛りがありそうだね。太郎くん、今日何特集これ？旦那セダン大特集と名付けましょう、はい、奥様乗っちゃダメなの？旦那のセダンってこと？奥様もね、仲がいいけれども、ということで今日は旦那の車特集、こちらでいきたいと思います。お楽しみに。お願いします。紹介してください。まずこちらの黒いかっこいい車から、トヨタマーク2でございます、はい、でトヨタのマーク2の中でも 2.5 ツアラー V という車でございます。速そうな名前だね。いい ね。そしてこの白い隣の車は日産ローレル 2.5 メダリスト V ターボ。今2台並んでるんだけれども、はいはい、実はそれぞれの世代がガチンコしません。マーク2の7代目は1992年から96年まで生産されたんですね。父親が乗ってました。僕もおじいちゃんが乗ってます。そうですか。はい。そしてこちらのローレルはほぼ同じ世代で進んできたんだけれど、うち8代目になります。7代目と8代目ね。そうね。1997年から2003年まで作られた車です。じゃあちょっとこっちが先でこっちが後だ。そうなの。こちらが全部終わってその直後にこれが出たというイメージです。じゃあまずローレルからそうですね、行ってみましょうか。まずはローレルから詳しく見ていこうと思います。じゃあまずこちらの8代目日産ローレルから、一体どんな車ですか？くしくもローレルの誕生はマーク2と同じ年1968年でございました。そもそもローレルってどういう意味ですか？古代オリンピック勝った人がここに月桂冠をつけるっていう、その絵を覚えてます？わかるよ。あの意味なんだって。ああ、なるほど。でデビューが一緒ならさ、対向車だったんだ。ずっと対向車だったんだけれど、マーク2が結構スポットライト浴びてたの、だからね、少し影に隠れがちな存在だったっていうのがずっと続いてたんだね。当時見てたら表現がすごく面白くて、欧州調ハイオーナーカーっていう言い方をしてるんだね。なんかでも納得できるな。そう、やっぱヨーロッパの車すごく意識していると。マーク2とじゃあどうキャラクター付けを変えてたのかっていうと、やっぱり日産なんだね。ドライビングカー、オーナーが自らハンドルを握るぜっていう色合いを強く押し出してた傾向があるね。太郎くん、メダリストっていうのは何か意味あるの？ローレルってそもそもキャラクターによって2本柱に分けていたのね。一つがメダリストで、もう一つはクラブ S というのがあったんだ。メダリストはどちらかというとラグジュアリー、それはしつらえとかセッティングがね、クラブ S っていうのは走り、そういう風に2つの種類を分けてキャラ分けをしていたと。なるほど。でこちらメダリスト、ラグジュアリー仕様ね。ラグジュアリー仕様でございます。楽しみやね。だからね、この辺のオーナメントとかこのメッキの使い方とかがカタログを見るとクラブ S とは異なるみたいになってるんだね。違うんですね。これね、今日ね、僕ねちょっと乗ってきたんですけど、開けて乗った瞬間に新車みたいな匂いがしたわけ。だってワンオーナーなんでしょ。 1.1 万キロ、記録簿18枚。もうね、見た目も本当に新車かよっていうね。そうだね、すごい答えでございますよこれも。すごいよ、ほんとピカピカだ。さ、おじさんとかお父さんの車の匂いってあるじゃない。ある。新車の、あの匂いが完全にします。これまだ残っていると。はい、すごいね。びっくりしたな。じゃあ、ね、せっかくなので内装の方も行っちゃいます。そうだね、その匂いも嗅いでみたいと思います。匂いがね、お伝えできればいいんですけど、ぜひ原車は大分になりますんで見に来てください。
はい、じゃあこちらマーク2でございますよ。正式名はトヨタマーク 2.5 ツアラー V という名前。丁寧にありがとうございます。これは何年式でしたっけ？ 1994年式、そして 6.4 万キロ走っている。海外にたくさん流れちゃってる車でしょ、走る車でしょ。そうで 6.4 万キロ、相当薄い距離ですよ、これ。この距離っていうのはなかなか見ないよね。ここから20万キロになりますね、あと。はい、マーク2も1968年生まれだっけ？おっしゃる通りです。当時の名前はコロナマーク2だった。コロナの派生的な感じかな。立ち位置としてはクラウンとコロナ、その間を埋めるモデルとしてコロナマーク2、これが4代目までこの名前を名乗っていたんですね。なんと9代目まで続きました。最後マーク X という名前に変わりました。だんだんここからね、セダンというものが少しずつ勢いを失っていく。だから通算で11代目まで続いてマーク2という車は一旦幕を閉じたんですね。残念。でこちらが7代目、はい、特徴は太郎君。やっぱね、この時代はまだセダン全盛です。だよね。もう誰もが憧れるセダンの車の頂点というところに立っていたんだね。マーク2、この時代は3兄弟と言われてました。わかるよ。わかる？じゃあまずはマーク2。マーク2でしょ。そしてチェイサー、クレスタ。正解。イエーイ。でこのマーク2はモデルは他にありましたか？これもやっぱり先ほど乗ったローレルと同じで2つ軸がありました。こっちはツアラ、そしてやっぱりラグジュアリーラインがありました。これがグランデ。あったね、グランデ。ちなみにレセンスにはグランデもあります。あるんかい？はい、概要欄から言っていただいて、探していただくとこのツアラー V の中にもう一台ピカピカのグランデがあるんでちょっと後で見てみよう。そうだね。そうなんだ。そう。こちらもお求めいただきます。でこちらどんなエンジン乗ってんの？ 1JZGE というもので 2.5 リッター6気筒ツインターボで可及すると。ひょっとして馬力は280馬力。出た、当時の最高。そうですね。しかもこの個体は前のオーナーさんが手を入れてらっしゃる。だから店主さん曰く400馬力ぐらいは出てるんじゃないかと。大丈夫？違法じゃないそれ。記録本もなんと16枚。まずこの細いライト、マーク2の特徴だよね。そうだね。この時代のね。でそしてここにはリップスポイラーがついてるね。これはツアラー V のディテールだよね。そしてこれ時代感じるね。いいね。なんか緑色とか光ってたけど。そうだね。で、よく見るとボンネットの上にこうピューってラインが入ってた。でこのまま細い薄いラインで前から後ろに続くと。2025年の今見るとすごく低くて薄いよね。華奢で繊細な感じがすごくする。1個前の後の世代のマーク2って割とカクッとしたアグレッシブな感じになったんですよ。これは本当曲面で構成されて流麗だなっていうふうに思います。なかなかありそうでないデザイン。そしてこれサンルーフ。なんで僕これに妙な執着心があったのかなっていうのを今日分かりました。なんですか？僕のおじいちゃんが乗ってたマーク2にはこれついてなかった。だから僕が幼稚園だか小学校の時に、やっぱこのサンルーフとかこのディテールを見て憧れてたんだね。そうかもしれない。でこのラインが前から後ろまで続いてリアウィング。主張がちょうどいいね。で金のバッジ。最高ですよ。そして右後ろのちょっと太めのマフラー。おそらくだけれどこれナンバープレートのベースを見ると自己式ナンバーがついてましたね。やった。自己式ナンバー海外の人に説明すると何だろう。要するに緑の数字の部分が光るナンバープレートというのが日本にはあるんです。今もあるよね。しかもそれがこの時代だよね。この時代よね。やっぱりこの車には自己式ついててほしい。テールランプもさ、実物見るとより薄いね。左右独立のライトが多かった中で結構勇気のいる選択だったと思うよ。いや本当よ。よくつなげました。ここもスポイラーにも一応ブレーキライトがついてて、まあスポーティーな仕上がりね。言ったらかっこいいね。デザインこれすごく薄くて滑らかでかっこいいと思った。本当に。じゃあ中乗ってみましょうか。そうですね。内装乗ってみます。平成の車ではあるけれども、昭和の名残がね存分にまだ残ってます。残ってますね。車ってもう乗った瞬間その時代にさタイムスリップできるじゃん。できるね。踏んでみていただけませんか。吸ってください。おお、途中からギューンと盛り上がるわ。はい、太郎くん乗り込みましたよ、とりあえず。乗ったね。匂いはね。旦那藩の香りがするな。するよね。結構かっこいいよ、デザイン。特徴としては、メータークラスターから助手席に向けてスーッとつながりのあるデザインを採用した。
こにウッドがあっても面白いよね。面白いね、確かにね。うんほんで、このまたナビのこの感じね。そうなのよ。すごくいいよね。当時のナビです。まあ別に今でも使えるかもしれないし、うん仮に使えなかったとしても、うんスマートフォンでどうにかなるからね。そうこれが残ってるっていうことの方が大事だよね。これ変えない方がいい。で、カセットデッキもついてます。ラジオも聴けます。カセットか。このステアリングも大きなね、エアバッグついてて、クルーズコントロールとかもついてて、いいいね。そしてこの両脇にボタンっていうのはまたいいね。おしゃれだね。いい。なんかいい。ブラウン基調だね。ブラウンが2トーンあって、うんウッドがあるっていう感じか。もう言わずもがなですけど、んモケットシートですよ。いや、いいね。モケットシート好きでしょ？大好き。てか、そもそもモケットシートって何？柔らかいパイル系の素材を使って風合いとか強さを両立させるために生まれたものなんだって。滑りづらさとか手触りとか高級感にもつながってるのがいいよね。今だって最近車で採用してないよね。ないよね。あんまり見ることないよね。うんモケットっていうのがなんとも懐かしいというか、あの時代に帰りたいと思わんでもない。そうね。平成の車ではあるけれども、うん昭和の名残がね、存分にまだ残ってます。残ってますね。はいはいということで、うん。乗ってみたいですよね。どんな車なのかっていうのはすごい気になる。いや、乗りたいですよ。ドライブ行きましょうか。行きますか。じゃあ行ってきます。うわ、これすごいサスペンションのセッティングが柔らかくない？ふわふわなんですけど、うん最初のトルクが熱すぎて、はい踏めません。あ、そう。柔らかいし、バネ感がすごくあるかそうなら、んですよ。車の動きに合わせて、椅子もポヨン、ポヨンと一緒にこう動いてくれる感じ。ほんと座り心地いいね。会話がすっごいしやすい。確かに、セッティングなのか、低速でのね、トルクが本当に熱くって、ハンドルの反応とかどう？調べた資料によると、マーク2に対して、かなり日産はドライバーズ感に乗ってますよなんていう風に言ってはいたけれど、穏やかですね。はい。のんびり走ったらいいんじゃないですか、これ。しかし柔らかいね。柔らかいね。これなんで？やっぱ当時さ、全体的にこの時代の車って柔らかかったなって僕は思います。だからこそ当時って雑誌とか読んでても、いわゆる車高調整が可能なサスペンションだったりとか、はいギュッと固めるというカスタムをする方々も多かったよね。大方。だけどこのローレルは何にもせずオリジナルを保ってこの柔らかさをキープしてるっていうところがまた面白いよいや、ね。いいですよ。やはりこのボディの形だよね。エンジンの部分、居住空間の部分、そしてトランクの部分っていう3つがしっかり分かれている形だからこそ、車のボディ剛性っていうのはきちっと保たれていて、それゆえ車の足がよく動いて乗り心地のいい車ができちゃうんだろうね。外踏んでみようかな、じゃあ。おー、力の湧き方にさ、生々しくて迫力がある。これおいくらで買えるんでしたっけ？総額263万円。いいね。 1.1 万キロ。これを高いと捉えるか安いと捉えるかっていうのは人それぞれだけど、このコンディションも出てこないでしょ。こんな豊かな乗り味を味わっていけるんだから。クラシックだけど古臭くない。この感じは高くないと思います。いいよね。乗り込みました、太郎くん。全然違うな。違うね。僕厳密には世代違うって言ったけど、うん大枠ではやっぱ同世代じゃん。まあそうね。まとってる独特な雰囲気がすごく共通してるよね。そしてやっぱなんかトヨタっぽいんだよね。これ CD 聴ける。すごいじゃん。このスイッチの感じとかは確かにトヨタ感がすごくあるよね。あるよね。この押し心地とかすごくいいよ。本当だ。これでもちょっとクイック感があったりとかさ、ああ、いいね。メーターとかもすごくやっぱ見やすいね。そしてウッドもあって、うん。コロナとクラウンの間を埋める車種っていうね。いや、いいわ。この滑らかなデザインがすごくいいし、うん一気におじいちゃんとうんこれに乗ってドライブしてたことを思い出したんですよ。だからさ、今や AI だの、タイムマシンだの、夢じゃなくなってきてるような気がするけど、車ってもう乗った瞬間その時代にタイムスリップできるじゃん。できるね。これはもう本当にその当時の感じが戻ってきたね。じゃあ乗っていきましょ行こうかね。う。おー。まずエンジンがさ、のぶとくいいね。あと、伝わってくる振動もうんさっきより大きい、アグレッシブな感じするね。さすがスポーティー。とはいえ、めちゃ静か。遮音性かなり優れてない？走り出したらどうなんだろうね。さあマーク2、さっきのは滑らかにわーっと回っていく形だったのに対してマーク2の方がもっとゴリッと加速していくね。ツインターボがすぐ切り出してるんですよ。そうだね。そしてこのコーナリングもちゃんと設置して綺麗に回ってくれる。なんかさっきのふわふわっと浮いた感じに比べてビタッとくっつくぜっていう意志をあるね。かなり強く感じるね。なんとですね、はいエンジンはですね、ボア 86mm でストローク 71.5mm なのね。言ってみればショートストロークのロキットエンジンなんです。素
だからよどみなく上の方までためらわずに回っていくっていうところなんだと思う。だからローレルに乗った後だとよりアグレッシブな感じとか、走りに向かって一直線っていう感じが強く伝わってくるね。乗り心地っていかがですか？シートがさっきのローレルよりもスポーティーなだけだとホールド感がない。そうだね。この横が実際に座ると脇腹あたりをそうぐっと押してくれてる感じがあるね。もちろんこの車もベッドシートなんですけど、うんちょっとさっきよりは固めにしてあるかな。そうだねって感じで。全体がギュッと締まった感じがある。これハンドリングがやっぱ違う。クイックです。ローレルよりもキュッと曲がってくれる印象ありますね。へとはいえやっぱりオーラがガチガチに固められたわけではない。ホイールは16インチなんだよね。当時ねトヨタってなかなか大きいホイールをつけるということをためらっていました。ということは16インチでさえ大きかったってことそうかなり頑張ったと思う。スポーツモデルとしての意気込みみたいなのをそういったところからも感じるよね。僕たちっておそらく雑誌の影響とかもあるんだけれど、はいヨーロッパ車を基準に日本車を見てたっていう嫌いがどうしてあるじゃない。ドイツ車は意識しちゃうかそうもね。多くの人そうなんだよ。だけどこのマーク2なんて日本の中で独自にいい意味でドメスティックに煮詰めてきたっていう感じが乗って感じるよね。そうなんです。やっぱ日本独特の文化というかね、うん、そういう車種の一つだよね。なるくん、じゃあこちらお高いんじゃないですか？ 6.4 万キロ走って326万円。これね高いでしょうかね、安いでしょうかね。見てる方どう思われるだろうか。この車の魅力は世界に伝わるのももちろんだけど、海外の手が伸びる。その前にこの車を一度買って人生の体験としてツアラ V 感じていただくっていうのはとてもいいことじゃないかなと思う。そうね。そしてこの距離朝で、この時代までやっぱり日本車は日本車というか、ね欧州車は欧州車というか、トヨタも見てたんだろうし、これはちゃんと国内に向けて、言ってみれば独自路線ですごく煮詰めていってるっていう感じがするよそんねな。感じがするんですよね。やっぱり純ジャパ、純ジャパね、うんはいはいこれこそ純ジャパの本当にもう最後の最後の方のそうだねス。ポーツカーなんじゃないかな。ちょっと踏んでみていただけませんか？想定することないんで。はい。言ってくれない。おわお途中からギュンと盛り上がるわ。はい。ああこんなに速いんだこれは信者が多いのもうなずけるね。ねちょっとびっくりしちゃった。これはね、結構緊張感持ってね、乗れますよ。はい、2台乗ってまいりましたと。同じ世界観で大枠では同じ世代でもメーカーも違えばキャラクターも違えば実際乗った感じも全く違ってどっちも欲しいっす。そうね。本当そう。本当に僕らの価値観から抜け落ちてた。車の中でも言ったけれど欧州車欧州車って思ってた人が改めてこの車の素晴らしさをうん気づいてほしい。確かに。もちろん国産車等もこれにもう一度乗って味わい直すっていうのも手。この辺はやっぱりちょっと僕らも盲点だったから乗る機会をいただいて大変興味深い2台でしたね。そうだったね。あーだから最近レセンスボーイズの動画のコメント欄で、昔乗ってました、家族乗ってましたとかめっちゃいただくね。そういう方が改めてこれを味わい直すっていうのも一つだと思うし、あるいは全部味わい尽くしましたっていう方がちょっと冗談みたいにこの車を買うっていうのもいけてる選択肢かなと思う。このそれぞれがどんな人にとって良い選択肢となるんだろうか。例えばローレルはマーク2チェイサーもうええじゃろと、こっちで外してみるかと、そういう方いいんじゃいますかこれ。王道行きたくないっていう人がうんあえてローレル乗るっていうのは一つ世代よね。内装も豊かじゃない。カセットデッキもいいしさ、シートも本当に状態良かったしさ、うん古いフランス車とか乗るのもいいけども、これはまさか乗ってくるとは思わないよ誰も。思わないね。そういう選択肢のもあるんじゃないでしょうはあはか。あ一方どう走り好きな太郎君としてはこっちは。もうねとにかく走りを味わっていただきたいと、まずこれが大前提です。そりゃそうだ。このツアラー V という価値ですよ。もう下がってはいかんでしょう。しかも距離朝。そうだよ。まあでさ、あと25年ルールという言葉があるじゃないですか。はいはい。製造から25年経った車というのは右ハンドルであろうがアメリカに輸入できますよと。これを解除された車たちっていうのははい海外に行く可能性が高いです、はいもうこれも事実だよ、そうなった時に日本で日本人がそうね。この良さを改めて感じるっていうのも一つ車の楽しみ方かなとも僕は思います。ではこれ黒じゃないのよ。そうなんだよね。グリーンなんですよ。これもまたおしゃれたるゆえんですよこれはね。そうだよね。ということで今回のレセンス&ボーイズはローレルメダリスト、そしてマーク2ツアラ V でお届けいたしました。どちらも買えますので気になる方はオンラインでもご商談できます。そして全国配送無料でございます。レセンス&ボーイズ TV また見てください。太郎くんありがとう。じゃあねー。ありがとうございます。また見てね。コメントも待ってるよ。